はぼたもちを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はぼたもちを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、粒あんから手作りした美味しいぼたもちを作っていきます。材料はとても手軽なもので作れるんですけれども、それぞれ作り方にポイントがいろいろあります。そちらを詳しくご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお米の材料からご紹介します。材料はこちらです。もち米、うるち米、そしてお水です。このお米なんですけれども、もち米だけで作るレシピもあります。もち米だけで作るとね、かなりもちもちっとした食感を楽しめるんですけれども、ちょっとね、硬くなりやすいです。そこにですね、うるち米は皆さん普通に食べてる白米と同じですね。こちらをね、2対1の割合で加えていただくと、もちもちっとした食感を保ちつつ、かつですね、硬くなりにくいぼたもちを作ることができます。では続いて粒あんの材料をご紹介します。材料はこちらです。小豆、お砂糖、塩、そしてお水です。こちらの材料で粒あんを作っていきます。今回使うお砂糖なんですけれども、お好みで増やしたり減らしたりしていただいて OK です。今回の分量だとね、少し甘さ控えめぐらいかな。これも感じ方によって違ってくるので、お好みで調整してみてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではですね、この2つのお米をざるに入れます。でこの2つを合わせてまずお米を洗います。ではね、お米を洗っていきます。まずお水を入れて、で1回目はね、さっと洗い流します。はい、すぐね、このとぎ汁を捨ててください。1回目長く洗ってしまうと米ぬかのね、匂いがついちゃうので、1回目のとぎ汁はすぐ捨ててください。ではまた洗います。そしたらまた捨てます。でこれをあとね、2回繰り返します。はい、 OK です。でそしたらお水を入れてお米を浸します。はい、でこんな感じでね、全部お米が浸ったらこのまま30分水に浸しておいてください。はい、30分経ちました。そしたらね、水切りをします。あとはね、さっと洗って炊飯器の釜に入れます。はい、で炊飯器の釜に入れたら、私の炊飯器だとこのおこわの目盛りがついてます。ついてる方はおこわの目盛りに合わせてお水を入れてください。もしない方は白米の目盛りよりもちょっと下ぐらいですね、少なめにお水を入れてください。では入れます。今おこわの目盛りのところまでちょっと見づらいかもしれないんですけど、お水入れました。で白米の目盛りでいうとここが 1.55 なんですけど、ちょっと下ぐらいですね。このぐらいを目安に入れてみてください。ではこのまま通常炊飯します。では続いて粒あんを作っていきます。まずこちらの小豆を水でさっと洗いましょう。では洗います。ざるに小豆を入れます。水を出してさっとね、洗ってください。はい、 OK です。そしたら水を切ります。はい、では今からね、渋切りという作業をしていきます。これは小豆のね、渋みを取る作業ですね。これをね、必ずするようにしてください。まずね、ちょっと大きめのお鍋にお水を1リットル入れます。はい、でそしたらまずこの水を沸騰させましょう。でこの水を沸騰させて、沸騰したお湯で煮ていきます。そうすることで小豆の煮えムラが少なくなります。はい、いろんなやり方があるのでね、いろいろ試してみていただくのもいいかなと思います。ではね、まず沸騰させましょう。はい、水が沸騰しました。そしたらこちら洗った小豆を入れます。一度に入れてください。そしてまたね、再沸騰させましょう。はい、で沸騰したら火加減をちょっと弱めます。弱めの中火ぐらいですね。豆があんまり踊らないぐらいです。このぐらいの火加減で5分煮ていきます。はい、今5分経ちました。でそしたらね、ちょっと小豆が上に浮いてきてます。この煮汁も見ていただくと分かるんですけど、ちょっと赤っぽくなってるの分かりますかね。これが小豆の渋みになります。それではですね、ここに差し水を加えます。こちら冷水ですね。はい、これを一度に加えます。はい、このように一気にお湯の温度を下げることによって、外側と内側の温度を均一にさせます。そうすることで煮えムラがなくなって、かつ小豆の芯まで水分が浸透しやすくなります。それではですね、弱めの中火ぐらいでまた再沸騰するまで待ちましょう。はい、再び沸騰しました。沸騰したらまたここから5分煮ていきます。火加減は同じで OK です。
5分経ちました。そしたら火を止めて湯切りします。はい、では湯切りします。で湯切りしたらね、さっと水で洗いましょう。やけどしないようにね、注意してください。はい、これで OK です。これが渋切りという作業です。でこの渋切りをしていただくと小豆の渋みを取ることができて美味しく仕上がります。このね、渋切りも2回やる方法とかもいろいろあるんですけれども、2回ぐらいやっちゃうと小豆の風味もなくなってしまいますので、渋切りは1回ぐらいがおすすめです。そしたら先ほどの鍋をきれいにね、洗っていただいて、ここに小豆を戻し入れます。そしてまた1リットルの水を加えてください。でそしたら火にかけて、火加減は中火です。このまま一度また沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減は弱火にしてください。あとですね、こうやって上にね、アクがどんどん出てくるので、それをですね、お玉ですくいながら煮ていきましょう。で大体ね、小豆が柔らかくなるまで40分ほど茹でていきます。結構ね、煮てる最中は常にね、アクが出続けるので、アクが溜まってきたら取る感じで OK です。小豆の頭が出そうになったらお水を加えて、そのまま煮続けてください。ではね、まずこのまま40分煮ていきます。はい、今40分経ちました。そしたら一度火を止めて、小豆がどのくらい柔らかくなってるかチェックします。ちょっと熱いんですけれども、やけどしないように一粒取っていただいて、で潰します。でこの時にしっかりね、芯まで柔らかくなってれば OK です。まだちょっと硬いなと思った時は追加でね、10分ずつ加熱して様子を見てください。一つがね、潰れてもたまにね、ムラができてしまうので、一度ここで蒸らします。そうすることで均一に熱が入ってふっくらとした仕上がりになります。それでは蓋をします。このまま火にかけず30分置きます。はい、30分経ちました。そしたらもう一度小豆のチェックをします。一粒取って指で潰します。でこの時にしっかりね、芯まで柔らかくなってれば OK です。そしたらですね、ここから味付けに入っていきます。まずですね、ここにお砂糖を加えます。でお砂糖をですね、一度に入れてしまうと小豆が硬くなりやすくなってしまいます。なのでお砂糖はね、半分ずつ加えましょう。まずね、半分入れます。そして混ぜましょう。はい、で火にかけます。火加減は中火です。はい、である程度ね、混ぜたら OK です。それではこのまま中火で再沸騰させましょう。はい、このようにクツクツしてきました。でそしたらね、残りのお砂糖も加えます。そして混ぜましょう。はい、 OK です。そしたらもう一度再沸騰させます。火加減は中火のままで OK です。はい、沸騰しましたね。でこの上に出てきたアクを取り除きます。またね、アクが溜まってきたら取り除いてください。でそしたら少しね、弱めの中火にして、であとはですね、こうやって時折混ぜながら全体の水分を飛ばしていきます。で混ぜる時は小豆を潰さないように優しく混ぜてください。はい、ではこのまま煮詰めていきます。今ね、煮詰めてから7分ぐらい経ちました。でそうするとね、だんだんとろみがついてきます。でこのぐらいね、とろみがついたら弱火にしてください。焦げないようにこうやって優しく混ぜながら引き続き煮詰めていきます。はい、今ね、15分煮詰めました。木べらでスーッとやった時に鍋底が見えるぐらいです。でこのぐらいね、もうとろみがつけば OK です。で火を止めます。ちょっとね、気持ち緩いかなって思うぐらいで OK です。っていうのも、あんこはね、冷めると結構硬くなるので緩めに仕上げてください。そしたらね、最後味を締めるために塩を入れます。はい、2つまみぐらいかな。そして混ぜましょう。はい、美味しそうですね。小豆もふっくら仕上がってますね。はい、これで OK です。そしたらね、こちらを冷まします。ではね、こういったバットを用意していただいて、ここにあんこを出します。で全体に広げます。はい、これで OK です。ではこのまま粗熱を取って冷まします。で冷ます時は乾燥しないように上にキッチンペーパーをかけて冷ますようにしてください。はい、お米が炊き上がりました。こんな感じでふっくら仕上がってます。ボウルに移しましょう。もちもちですね。そ
そしたらね、綿棒を用意してください。今から綿棒を使って米粒を潰していきます。だいたいね、半分ぐらいかな、米粒が残るぐらいまで潰していきます。潰す時は綿棒を水で濡らしてください。ではこれを潰していきます。そうすることでもちっとしたね、美味しい感じになります。はい、これで OK です。このぐらいですね。だいたい5割から6割ぐらい潰してください。こちら手で触れるぐらいになるまで粗熱を取ります。上にキッチンペーパーをかぶせて乾燥しないように粗熱を取りましょう。はい、手で触れるぐらいまで粗熱が取れました。このお米で8個分ぐらい作れるので8等分にします。はい、なんとなくね8等分にしていただいて、あとはですね、手を濡らしてで1かけら分ね取っていただいて、手で俵型に握っていきます。はい、このように握ってください。それでは残りもね同じように握っていきます。はい、こんな感じで握り終わりました。それでは今からあんこで包んでいきます。はい、あんこも冷えました。しっかりとね硬くなりましたね。こちらの粒あんは作りやすい分量で作ってるのでちょっと余ると思います。なので余ったものはだいたい5日ぐらいを目安に召し上がるか、もしくは冷凍保存して 2,3 週間ぐらいを目安に召し上がってください。はい、でそしたらですね、こちらあんこを1つね50から 60g ぐらい取ってください。で取った粒あんをラップの上に置きます。そしたら指で押して広げます。広げたらお米を真ん中にのせて、であとはラップで持ってで包んでいきます。キュッキュッキュッとね均一にね粒あんがついていくようにこうやって口をだんだん閉じていきます。はい、あとはですね手で形を整えます。はい、これで完成です。こんな感じに仕上がりました。それでは残りも同じように包んでいきます。はい、こんな感じで作り終わりました。あんこはですねまだねあと3個分ぐらい余ってます。なのでもう少しね作っていただいてもいいですし、あとはパンとかねあんバター食パンとかにしていただいてもいいかなと思います。これでぼたもちの完成です。こんな感じに仕上がりました。で中を見るとこんな感じになってます。はい、これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もう最高に美味しいです。粒あんの粒具合と甘さともち米のバランスがとてもよく仕上がってます。でこの小豆もねちゃんと柔らかく仕上がっててとても美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のぼたもちのポイントです。まずお米なんですけれども、今回もち米とうるち米を2種類混ぜました。このうるち米っていうのは普段食べてる白米と同じものになります。もち米だけですとすごくねもちっとした美味しい仕上がりになるんですけれども、冷めると硬くなりやすくなってしまいます。ここにうるち米を入れていただくだけで冷めても硬くならずもちっとした食感を楽しむことができます。そして出来上がったお米は綿棒などを使って半分ぐらいね潰してください。そうすることで程よいもちっと感が出てあんことの食感のバランスが良くなります。そして粒あんを作る時のポイントです。小豆を煮る時はですね、まず一番初めに渋切りという作業をしてください。こちらの作業をしていただくと小豆の渋みとかえぐみをねきちんと取ることができて美味しく仕上がります。そして渋切りをした後ね茹でていくんですけれども、この茹で時間に関しましては作る環境によってね茹で時間が変わってくると思いますので、指で潰してみてとても柔らかくなってれば OK です。そしたらですね一度火を止めて30分蒸らしてください。そうすることで熱の入りにムラがなくなってとてもふっくらで柔らかく仕上がります。そしてその後お砂糖を加えるんですけれども、お砂糖はですね一気に入れてしまうと小豆が硬くなってしまいます。なのでお砂糖は2回に分けて加えるようにしてください。あとはですね水分がなくなるまでお豆を潰さないように優しく混ぜながら加熱してください。粒あんはですね冷めると硬くなるのでちょっと緩いかなっていうぐらいでもう火を止めて OK です。目安としては木べらで底をなぞった時に底の部分が出るぐらいですね。そのぐらいにしていただくといいかなと思います。あとはあんこを冷ましてお米を包んで召し上がっていただけたらと思います。で今回の分量はですね両方作りやすい分量で作ってます。どのくらいの大きさで作るかにもよるんですけれども、お米はだいたい8人分、そして粒あんは11個から12個分ぐらいできるかなと思います。なのでねちょっとあんこが余りますのでお好みの食べ方で召し上がっていただけたらと思います。このあんこなんですけれども、しっかり粗熱を取ってきちんと密閉された保存容器に入れていただくと冷蔵でだいたい5日間ぐらいは美味しく
く召し上がっていただけると思います。あとはね、冷凍保存していただいても大丈夫ですので、その場合はしっかり冷ましてからラップにくるんで、冷凍庫に入れてだいたい3週間ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。少しね、作る時間はかかるんですけれども、一個一個の工程はとても簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はぼたもちを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。